はい、こんにちは。このビデオでは JLPT-N2 の語彙の問題をします。語彙というのは漢字とか言葉のことです。今日はその勉強をしましょう。私の自己紹介を簡単にします。私は、日本人です。はい。私の仕事は外国人の人に日本語を教えることです。はい、日本語教師です。そうです。今は日本で、教えています。はい。もう10年以上教えています。もうそろそろですね、JLPT 試験が近いですね。ですので、皆さんの勉強の、ためになったらいいなと思ってビデオを作ります。はい、じゃあ一緒に勉強しましょう。頑張りましょう。では、早速問題をしようと思います。今日は語彙ですが、問題は6つだけします。まず最初に6つ問題を出しますから、自分で答えを出してください。で、それから最後に私が細かく説明します。はい、じゃあ行きましょう。じゃあまず最初1問目、1つですね。答えは3です。怪しいです。では次です。答えは2です。伴う。はい。次です。答えは2です。主張、主張。はい。次ははい。答えは4です。ぐったり。はい。ぐったりです。次は答えは3です。オーバー。はい。最後です。6番です。答えは2です。割り込まれたが答えです。はい。最後6番、ちょっと難しいですね。はい。じゃあ、いくつできましたか？ 6 ですね。一番いいのは6です。じゃあ、いいんです。全然できなくてもいいし、全部できたでもいいですよね。じゃあ、一つずつ細かく説明をしていきます。いきますよ。最初まず1番。その話はとても何々と感じた。これ、怪しいです。3番、怪しい。怪しいの意味、知ってますか？3番、怪しいはですね、変だとか、嘘だと思うことです。多分嘘だな。例えばどういうことだというと、例えばですね、ある人があなたに言いました。この薬を飲めば、薬ですね、これからずっと病気になりませんよと言いました。ね、今もうコロナウイルスとか怖い病気ありますね。でも誰かが言いました。この薬を飲めばもう病気になりません。本当にそんな薬ありますか？ないですよね。これからずっと病気になりません。それは嘘ですね。変だな、嘘だなと思う。それが怪しいです。そういう意味の、変だという意味です。
じゃあ、例えばさっきの1番ありました。悔しい。悔しいは、とても残念だ。どんな残念ですか？それは、例えば、たくさん勉強したのに、試験に合格できなかった。例えばですよ、これはね。それとても残念ですね。残念、勉強したのに、その気持ちがとても悔しい。次の試験は絶対に合格したい。今回もとても勉強したのに、どうして合格できなかったんだ。とても悔しい。この気持ちなんですね。悔しい。とても残念。あとちょっとだった。あとちょっとで合格だったとかね。それです。それが悔しいです。悔しい気持ちです。2番のおかしい。おかしいはちょっとこれ難しいですよね。お菓子じゃないですよ。食べ物のお菓子じゃ全然ないです。ひらがなで書くことが多いです。意味も2つあります。例えば1番の意味ですね。体の調子ですね。体の調子。元気とかね。元気じゃないとかですよね。調子は。体の調子がおかしいとこういうふうに使います。これは体がなんだか元気じゃない。なんだか変だ。風邪をひいていないけどなんだかお腹が痛いとかね。風邪をひいていないけど頭が痛いとか、なんかいつもと違う変ですねというのがおかしいなというのです。体についての変だ。2番目は全然意味が違います。面白いの意味です。例えば、この漫画はおかしくて笑ってしまう。例えばこうやって使います。漫画がね、とっても面白くて、もう読んでいった時に面白いからって笑っちゃう。笑ってしまう。っていう時に、そういうのをね、おかしいって言います。変だの意味じゃないですよね。全然また違うんですよね。面白いって意味です。おかしくて、面白くての意味です。おかしい意味が2つあります。じゃあ次、4番の険しいというの。これですね、結構大切です。試験に出やすいです。険しい、漢字の読み方ね、難しいんですけれど、意味がこれも、使い方2つあります。2つです。まず1つが、険しい山道を登る。これ、山道っていうのは山の道のことですね。それを登る。山道、山の道ね、登ります。大変な山の道を登るっていう意味です。どんな風に大変かというと、険しい山道、例えばあまりこう山登るときに道がきれいになっていない、こう木がいっぱいあって歩くところがこうまだきれいじゃない、歩きにくい、そんなところです。険しい山道って言います。だから簡単に言うと大変な山道ってことですね。険しいっていうのは大変ってことです。で、2番目も大変なんですが、ちょっと使い方が違います。読みますね、2番。医者は険しい表情。これ表情です。表情で話した。表情っていうのは顔のことですよね。笑っているとか怒っているとか悲しいとか、この顔のことを表情と言いますね。それの険しい表情って例えば意味やそうですねすると、とてもね、とっても悪い病気で、例えばがんわかりますか？悪い病気です。なかなか治りません。手術とかをしたりします。で、その時に医者がね、あなたに言います。あなたはがんですという時に、あなたはがんですよ、笑って言わないですね。この人かわいそう。あなたはがんですという時、かわいそうですが、残念ですが、あなたはがんですと言います。その時の顔が、あなたはがんです。病院の先生ですよ。医者ですよ。この顔ですね。残念ですが、ちょっと難しい顔してますね。これから難しい話をします。悲しい話をします。そういう時の顔です。これが険しい表情と言います。だから、大変なとか難しい、そんな意味ですね。険しい表情です。
なので1番と2番、例えば使い方があります。はい。じゃあ次の問題2番ですね。読みます。この手術は危険を伴うです。この手術は危険を伴う。手術、わかりますね。病気の時ね、体をこう、見えませんね。ハサミで切ってこう中開けて中をね治しますよね、医者がね。さっきのがんみたいなそういう病気の時ですね。手術は危険っていうのは危ないってことですね。危険を伴う、どういうことかな。伴うっていうのは簡単に言うと一緒にっていう意味なんですね。一緒になるとかね、一緒。危険を伴うというのは、手術をした時にこの手術は危険を伴うのこの意味ですね。意味は手術をした時にもしかしたら手術をしている時に死んでしまうかもしれない。危ない手術、大変な手術だから、例えばね10時間とか15時間とか長い時間がかかる手術だと大変ですよね。すぐに終わる簡単な手術だったらいいですが、難しい病気で手術が大変、そしてもしかしたら死んでしまうかもしれない、そういう意味です。これが危険を伴うと言います。はい、なので危険を伴うね、死んでしまうかもしれませんという意味です。伴うって言います。で、じゃあ次、1番は扱うっていう言葉が書いてありました。漢字で書くと扱う、これですね。ちょっと見てくださいね。扱う。扱うは意味は使うの意味です。使う。例えばこの例だと、このワイングラスは割れやすいので大切に扱ってください。割れやすい。大丈夫ですか？すぐに割れますということですね。割れやすい。割れるのが簡単ですという意味ですよね。割れやすい。ワイングラスすぐに割れてしまいますから、使うとき、使う時もそうだし、洗う時ですよね。洗う時に気をつけてくださいね。大切に使ってくださいね。気をつけて使ってください。そういう意味です。こういう時に扱ってくださいって言います。はい。で、3番ありました。3番、払うって書いてありましたが、払うは漢字だとこれね。払うも実は意味がいくつか、使い方いくつかあるんですが、一つこれだけでいいです。お金を払うの払うですよね。まずこれありますね。3番のでも答えではないですね、これ。で、最後4番、整う。これは結構大切です。整う。漢字も読み方、一緒にしっかり覚えるといいと思います。整う。例えばですね、意味が使い方2つあります。例1の方ですね。この大学は最新のコンピューター設備です。設備が整っている。はい、これ意味は、この大学、どこかの大学は最新っていうのは一番新しいですね。今、世界にある中で一番新しいコンピューターってことです。一番新しいコンピューターの設備っていうのは、コンピューターが学校の中にちゃんと学生の分がある。例えば学生、例えばですけど学生のためにコンピューターが100台コンピューターがありますとか、それでもいいですよ。それがコンピューター設備のことです。コンピューター設備が整っていると言ったら、それがコンピューターが学校にありますという意味です。だから整っているは、これは何々があるの意味です。何かがある。そしてもう一つ、例2の方は、またちょっと意味違います。出かける準備が整った。はい。これは出かけるは外に行きますだよね。自分の家から、外に行きます。例えば女の人だったら、洋服を着て化粧をして髪の毛をきれいにして全部準備ができました。もう出かけることができます。その時の言い方が出かける準備が整ったと言います。出かける準備が整いました。整いました。これね、準備ができたの意味です。そうです。
なので、例1、例2、やっぱり意味がちょっと違いますよね。どちらも覚えておくといいと思いますよ。では次、問題3番です。問題3番。彼は自分の主張を変えない。これ読み方の問題ですね。主張。2番なんですね。主張です。主張。この主という漢字、いつも主です。主じゃないですよ。うはいりません。で、長もいつもこの読み方です。長。日本人、長と言わないですね。長じゃなくて、長と言います。長。主張です。ですから2番です。ちょっと読みますよ。1番は主張。2番主張。3番州長。4番州長。違います。2番です。主張の意味は、そうですね。まず彼は自分の主張を変えない。これは自分の意見です。自分の主張っていうのは自分の考えていること、意見とかです。それを変えない。自分は絶対これは正しいと思います。これがいいと思いますとかね。そういうのです。他の人が違う、私はそれ良くないと思いますよと他の人が言っても、いえいえ、私はこう思います。あなたとは違います。私はこうです。絶対違います。それです。それが主張を変えない。私とあなたは違うけど、私の意見はこれです。このままです。変えないです。そのことです。だから自分の意見を変えないと。ちょっと似てますね。はい。では次の問題。4番。4番、漢字読めますか皆さん。夏の暑さ。暑さは暑いですね。暑いの暑さだから名詞ですよね。暑さ、名詞。夏の暑さが厳しく、そう、厳しいです。厳しい。厳しく、ここ厳しくてでもいいですが、手が書いてないですね。これも文法ですよ。厳しく手がない文法です。疲れて、ぐったりしてしまった。ぐったりしてしまった。これが答えです。ちょっと意味をね、説明すると、夏がね、とても暑くて、それが厳しいっていう時があります。夏の暑さが厳しいっていうのは、学校の先生が厳しいと意味違いますよ。夏の暑さが厳しいというのは、とっても暑いってこと。もう暑すぎて、もう疲れちゃう。そう言ってしまった。夏の暑さはとても厳しい。とてもすごく暑い。とても暑いの意味です。とても暑いと疲れますよね。暑い。はあ、ね、エアコンの部屋に行きたいってね、思いますね。なので、疲れてぐったりしてしまった。ぐったりっていうのは、疲れた。もう力がない。なんかそんな意味です。ぐったり。日本語だとね、こうやって言います。面白いですよね。外国語だとあんまりこういう言い方ないと思いますが、ぐったりするっていうのは疲れて、ってもうベッドに寝たい、そんなソファーに寝たいとか、そんな意味です。ぐったりって言います。で、もう一回、他に1番しっかりとかいろいろありますよね。日本語こういうのがとても多いです。ちょっと確認します。まず最初のしっかりは、しっかりはでも N3 でも出てくる言葉ですね。しっかりはちゃんとするとかきちんとの意味ですよね。例、彼女はまだ若いがしっかりとした意見を持っている。しっかりとした意見を持っている。これはきちんとした、ちゃんとした意見を持っているってことですね。若いけど自分の考えがちゃんとあります。そういうことですね。はい。しっかりは多分大丈夫ね。2番ちょっとすっきり、ちょっと難しいかな。すっきりは気持ちが軽くなることです。例えばです。例えばは、悩みと読みます。これ漢字の読み方も覚えておくといいです。悩み。悩みを友達に相談したら気持ちが軽くなってすっきりした。これ悩みっていうのは自分が困っていることです。
いろいろありますね。困っているでも、そうですね。例えば、まあ、彼女に振られたとかね。振られたってわかるかな。恋人と別れたとか、別れて、もうすごくこう心が悲しいとかね。とか、例えばあとは何でしょうね。例えばお父さんとお母さんが喧嘩をしていて、自分でね、家にいるとお父さんお母さん喧嘩しててすごくこう悲しい。でも子供だから何もできないとかね。そういうことです。悩みです。みんな悩みがありますね。なんかね。何でもいいんですよ。髪の毛が全然少なくて髪が少なくなって困っていますとか、そういうのも悩みですよね。はい、みんなあります、悩みね。私もあります。その悩みをね、困ったなと思って友達に話した。相談しますっていうのは話すことですよね。私困ってるんですってね、話すことが相談です。相談したら、ちょっと話すと気持ちが少しこう軽くなりますね。話してよかったってね。話して、ちょっと話して、そうなんだ、あなた大変ですねって友達言ってくれますよね。ちょっと嬉しいでしょ。そういうの気持ちが軽くなります。で、その時に悩みがね、少し心が重かったけど、ちょっと少しこう軽くなって、ちょっとすっきりしたって言います。軽くなった、よかったって言ったりします。それがすっきりです。はい。で、次、3番、ぎっしり。これもね、大事ですよ。ぎっしりはね、カバンとか箱に物がいっぱい入っていることです。例も、読みます。箱の中に本がぎっしり入っていて、もう入らない。箱のね、中にもう本がいっぱい入ってるってこと。でも全然もうあと他に本を入れることはもうできない。もうこれ以上入らない。もういっぱいです。もうそれ以上入れたら箱ね、蓋を閉じることできない。いっぱい。そういう意味です。ぎっしりって言います。あれでもいいんですよ。例えばお弁当箱、ランチボックスですね。ランチボックスにご飯がいっぱい入ってる。もうぎっしり入ってる。ランチボックスにお弁当にご飯がぎっしり入っている。そういう言い方もあります。だからぎっしりはいっぱいってことですね。いっぱい。はい。では、ここまで頑張りました。で、ちょっとだけ休憩します。ちょっと休憩。はい。ね、これ綺麗でしょ。あと2つですよ。いいですね。この湖って言いますね。こう水が綺麗なとこね。ボートに乗っていいですね。あと2つ頑張ります。5番目。あの人はいつも何々に話すので信じられない。答えは3番なんです。オーバー。オーバーに話す。オーバーに話す。これ、オーバーって英語のオーバーです。これは大きくってことです。オーバーに話す。話が大きいんですね。どういうこと？話が大きい。例えばこういうのです。例えばね、これ読める漢字最初。僕ですね。僕って私のことですよね。男の人が自分のことを言うとき、僕って言いますね。僕の兄は背がとても高いんだ。2メートル50センチもあるんだよ。皆さんどう思います？ 2 メートル50センチですよ。すっごい大きいよね。そんなに背が高い人ってなかなかあまりいないですよね。これ本当かな。まあ、本当に背が高いんだと思うけど、2メートル50センチはないと思う。多分180センチぐらいって、そういう意味です。多分この人、話大きくしてますねって。お兄さん多分そんなに大きくないよ。話がオーバーだよ。そういう意味です。大きいよって。そんなに大きくね、言わなくてもお兄さんが背が高い。わかるよ。でもそういうのがオーバーです。話がオーバーですよってね。本当のことより大きく言うことです。はい。なので、これもね、話が大きいから信じられないという意味ですね。3番です。で、他の1番
アウト。アウトは、英語のアウトです。外とかね、そんな意味ですね。2番、ショック。これ、ショックね、結構試験出やすいですので覚えましょう。ショックも英語のショックです。衝撃とか驚き。ちょっと衝撃は難しいから覚えなくていいと思いますが、驚きました。びっくりのことです。ショック。それもあんまり良くないことでびっくりしたことね。驚き、ショックですってね。そうですね。例えばずっと好きだった人が結婚してしまいましたとかね。結婚しちゃった。私好きだったのにってね。ショックって言ったりします。それ。はい。知らない間に恋人がいたみたいな、そういうことですね。ショックです。悪いことに言います。ショック。で、4番最後、エラー。エラーも英語のエラーです。何かの間違いのことです。はい。ただ、ここでよく覚えておいた方がいいのは、ショックとオーバーです。これ2つ特に大切です。はい。で、最後、もう6番頑張りましょう。私が列に並んでいたら、自分の前を急に割り込まれたが答えです。2番です。割り込まれた。割り込まれたって、すいません。割り込まれたは、割り込むの、割り込みます。割り込みますの、これは受け身形です。割り込まれた。受け身形です。割り込まれたは受け身形です。自分がね、列分かりますよね。トイレでもいいですよね。トイレで待っているとき、特に日本人は待つんですね。ちゃんと1番、2番、3番、4番、ね、私は4番で、5番、6番、後ろにもいます。待ちます、日本人は。で、待っていた。私は4番だと思った。待っていたのに、急に全然違う人が私の前に来た。私が4番ですってね。私の前に来た。それが割り込みますです。列に割り込むと言います。列があってそこに入ることです。この人一番後ろに行かなければいけませんが、この中に入ってしまいます。間に入る。これが割り込みますです。これ日本ではダメです。してはいけません。怒られたり、何ですかって言われたり、って見られたりします。はい。割り込みますね。じゃあ、他の、言葉、1番、当てはめられたと読みます。当てはめられた。ちょっといきますね。当てはめられたも、これは当てはめるの受け身形です。受け身形。で、そうですね、当てはめる、ちょっと難しいですよね。例を読んでみますね。彼の問題を自分に当てはめて考えた。例えばです、これです。これは彼の問題、何か問題があるんだよね。困っていることね、問題っていうのは。彼が困っていること。例えば、なんだろうね、お金に困っているとか、それでもいいし、家族の問題でもいいです。そういうことを彼のそういう問題を自分の問題だと思って考えること。それが当てはめるです。はい。よくこういうふうに使います。彼の問題を自分に当てはめて考えるです。はい。じゃあ次ね、3番、乗り越されたと読みます。乗り越された。これは、乗り越すの受け身形です。乗り越されたですね。例は、電車で居眠りしていて、降りる予定だった駅を乗り越してしまった。これ、居眠りというのは電車で寝てしまったという意味です。ちょっと寝ちゃった。居眠りってね、椅子に座りながら寝てしまった。そういう意味です。居眠りです。家のベッドで寝るのは寝るですよ。居眠りっていうのは授業中居眠りしますでもいいし、椅子に座って寝るっていうことね。寝る場所じゃないけど寝てしまうことが居眠りと言います。気持ちいいですよね。してしまいますよね、電車でね。電車で居眠りしていて、降りる予定だった駅、ここで降ります
次の駅で降りますと思っていた。だけど寝てしまって、その駅を降りなかった。寝てしまったので、その駅降りないで次の駅まで行ってしまったですね。それが乗り越しますの意味です。乗り越してしまった。ああ、寝てしまったってね。なので、先の駅まで乗ってしまったという意味ですね。先の駅まで。はい、乗り越します。これも結構試験出ますね。大切です。最後、4番。追い出された。追い出された。これは追い出すの受け身形です。追い出します。追い出します。これですね。意味はですね、怖いですよ。で、妻ですね。奥さんのことですよね。結婚した奥さんですね。妻と喧嘩をして、喧嘩ですね。ってね、喧嘩をして家を追い出された。追い出された。これも受け身形です。この例も受け身形です。追い出された。奥さんと夫ですね。喧嘩をしました。って喧嘩したら、まあ多分口の喧嘩とかですね。そしたら奥さんの方が強いです。あなた、もう家出て、ちょっともう家にいないで、さよならと言って出なさい。夫が家を出されます。それです。あなた出て行きなさい。家を出なさい。それが家を追い出されるです。かわいそうですね。強いですね、奥さんね。まあ、みんなの国のね、お父さんお母さん分かりませんが、まあ、例えば例ですよ。はい。ということで、これでやっと終わりました。よし、よかった。ちょっと長かったですね。終わりましたので、今日はじゃあここまでです。次またやるときは N2 の文法をやろうと思います。今日は語彙でしたからね。次文法しましょうね。はい。では皆さん今日見てくれてありがとうございます。また勉強しましょう。はい。ありがとうございました。またね。さよなら。